こんにちは。今日はオシロスコープのレビュー動画です。こちらのミクシグというオシロスコープメーカーなんですけど、皆さん聞いたことありますでしょうか？新興のオシロスコープメーカーで、こういった薄型のオシロスコープであったり、あとはタブレットタイプのバッテリー内蔵型のオシロスコープなんかを製造しているメーカーです。展示会なんかでも最近見かけるようになったメーカーです。そんなミクシグから最近出ましたこちらの薄型12ビットオシロスコープを今日はレビューしていきます。こちらが本日レビューするオシロスコープの MHO3 シリーズです。見てわかる通り薄型大画面タイプのオシロスコープです。今回使っていくオシロの周波数帯域は 500MHz、サンプリングは 3GB サンプル毎秒です。製品ラインナップは3つあります。価格は撮影時点のものなんですけども、ヤマト価格を見てみると、一番周波数帯域が低い 250MHz のもので税抜き 37.4 万円、350MHz で48万円、そして今回使っている 500MHz で 85.7 万円です。まあ個人で買う機材というよりかは完全に業務用機材の価格帯です。前までは老舗のメーカーが12ビットオシロを出してきたと思ったら、最近は新興メーカーがこぞって12ビットオシロを出してきています。それに加えて新興メーカーはかなりの低価格で12ビットオシロスコープをリリースしてきている、そんな状況です。そんなわけでオシロスコープはかなりカオスかつ熱い業界になってきています。全体的な見た目を見ていくと、最近のオシロスコープらしく大画面のタッチパネルで右側に物理ボタンとノブがある、そういった構成となっています。アナログ入力は4チャンネル分あります。よく見てみると BNC 端子ではなくてさらに細い MCX コネクターのようなものを採用しています。その下にはアクティブプローブをつなげるための電源供給や通信用の端子がありました。実際に受動プローブはこんなようになっていて、こういう風につないでいくんですね。このように BNC 端子じゃないから今までの BNC で使ってたプローブ全部買い直さなきゃいけないんじゃないかと思うかもしれませんが、安心してください。このように専用の BNC アダプターが付属しています。ちなみにミクシグなのですが、パワーエレクトロニクスの測定で使えるような高電圧作動プローブや電流プローブ、光絶縁プローブを結構頑張っています。なので仕事で使うような測定にも十分耐えられるようなものとなっています。オシロスコープの性能は重要なんですけども、実はプローブもオシロスコープと同じかそれ以上に重要というのは意外と見逃してしまうポイントです。特に高電圧作動プローブについてはバグレベルで安いので後で紹介します。次は裏面も見てみます。HDMI や USB 接続、ネットワーク接続などがあります。こちらは設置用のネジ穴です。ネットワークの接続は有線でもできますが、このように USB Wi-Fi のやつを USB のところに挿せばネットは使えるようになります。ちなみにこちらの筐体は全部金属でできています。なので使う際は感電防止の観点から設置接続は必須です。電源供給は付属の AC アダプターで行っています。さすがにこの薄さで電源内蔵というわけにはいかないようです。では実際に使っていきます。まずは起動時間の測定です。電源ボタンを押してから波形が表示されるまでの時間を起動時間とします。はい。起動時間は44秒でした。1分以内で起動しているので、まあまあ早い方です。ちょっと適当に波形つないでみますかね。こんな感じで。はいと。で、オートセットを押すと。基本的な操作方法についてはよくあるタッチパネルのオシロスコープといったところですね。普通に使いやすいです。右の方にあるボタンでチャンネルのオンオフもできますし、こちらの画面の方を押してもできますね。あえて説明する必要があるかどうかわかんないんですけども、振幅の調整なんかはこちらの物理ボタンでもできますし、あとはこういう風に指でですね、やっても同じような振幅の調整ができます。初見で分かりにくかったのが電圧レンジの変更ですね。ここを押すとなんか出てくるんですけども、これを押すと電圧レンジが変わるんですね。何のマークかよく分かんなかったんですけども、電圧のレンジを変えるといったものでした。初見で分かりにくかったポイントがもう一つあって、ここメニュー開こうとすると普通ここを押すじゃないですか。メニュー開かないんですよね。左にスワイプしないと開かないっていうですね、そういう仕様になってました。普通ここをもう一回押したら開くんじゃねっていう風になるんですけども、そういう風にはならないと。まあこれについては慣れれば問題ないですね。普通に使えると思います。あと触ってて思ったんですけども、このタッチパネルの感度は結構高いですね。かなり細かい操作なんかもできてしまいます。この際のところとかをですね、触って波形操作しようとすると、この選びたい波形のところをですね、しっかりと選んでくれる、そんなイメージですね。
時間軸については画面下のこの部分を押すとこの範囲で調整可能というのが出てきます。周波数帯域なりの時間分解能ですね。時間を一番長く取るレンジだと1マスあたり1000秒、一番短いと1マスあたり1ナノ秒という風になっています。当然なんですけども、時間軸のズームもできるようになっています。こんな感じで選んで、そして時間軸を調整すると。こういった具合です。ただ、ズームする前、かなり長い時間をメモリーに取っていますので、表示については少しカクカクといった風になります。このように時間軸のズーム表示はあるんですけども、なぜか振幅方向のズーム表示というのがないんですね。せっかくの12ビットオシロスコープなので、振幅の方も一緒にズームできるようにしてほしいとは思っています。現状はできないです。あとは窓を分割してそれぞれの窓に波形を表示するといった機能も現状は実装されていませんでした。せっかくの大画面なんでそういったところも実装してほしいとは思います。使っていて今時のオシロスコープだなぁと思ったことが一つありまして、それは何かというと受動プローブのキャリブレーションです。実は受動プローブにキャリブレーション用の調整トリマーはついていなくて、メニューのキャリブレーションボタンを押すと自動的にこんな感じでですね、キャリブレーションしてくれるんですね。これなかなか面白いですよね。もう一回言ってみますか。こんな感じでキャリブレーションを押すと自動でキャリブレーションをやってくれます。ちなみにチャンネルの設定はこのようになっています。専用のプローブを使うとしっかりと認識されるようですね。ちなみにデジタルオシロでよくあるハイレゾの設定はありませんでした。ハイレゾはオシロ内部で移動平均などのデジタルフィルター処理をかけることで疑似的にビット数を上げるものです。ハイレゾを使うともちろん周波数帯域は下がります。ですけれどもアベレージフィルターをかけられないような出現頻度の少ない波形をビット数を上げて取りたい時には結構重宝します。ハイレゾモードがない代わりにデジタルのハイパスフィルター、ローパスフィルターが内蔵されています。この部分で調整します。一番上が元々の波形、真ん中はローパスフィルターをかけたもの、そして一番下はハイパスフィルターをかけたものです。例えばローパス入れてここで設定するとこんな感じでなんか今までにないようなやり方でですね、結構面白いですね。スタイリッシュです。下のバーで大まかにですね、カットオフ周波数を設定して、上のところで微調整をするといった流れです。実際にフィルターもちゃんと効いていますね。その他の設定画面についてですが、こちらのボタンか、それか画面スワイプで設定画面が開きます。例えば波形の振幅であったり周波数の測定、統計機能もありますね。こんな感じで下になんか出てきます。あとはメモリー上の長さとかそこら辺ですね。ディスプレイも XY 表示がありますね。そしてトリガーです。トリガーなんかは割と一般的に使われるエッジであったりパルス幅、あとはロジックであったり N 番目に来たエッジを検出するのもあります。ラントと、あとはシリアル解析の内容をトリガーにすることもできます。ちなみにデジタルオシロスコープでトリガーの切り替えをするときにこういう風にメニューを開いていちいちやんなきゃいけないみたいなことがあるんですけども、これはですね、実はここにトリガーソースのショートカットボタンがあります。こんな感じで矢印動いてるの分かりますか？これでトリガーの位置をですね、自在に調整するとなかなか便利ですね。ショートカットがあるの。あとは波形の演算なんかに使えるマス機能とシリアル解析の機能があります。まずはマス機能を見てきますか。マス機能の演算結果の表示はとりあえず一つだけのようですね。こんな感じで波形同士の四則演算、FFT、それと波形になんか係数をかけたものと、あとはもう少し高度な演算機能もあります。特に高度な演算機能については三角関数や他の関数が使えるようになっているので、いろいろできそうな雰囲気はあります。シリアル解析の機能も見てみましょうか。シリアル解析は同時に2つできるようになっています。解析できるものについては UART、LIN、CAN、SPI、I2C429 と、あとは 1553B とか、こんな風に大体一通りは揃っていますと。そこら辺に転がってたマイコンを使って今 I2C の信号を 0.5 秒間隔で送っています。こんな感じでですね、ちゃんとシリアル解析できていますね。ちなみにどういった信号がやり取りされているかの履歴はですね、ちゃんと見ることができます。この画面上にスワイプしてシリアルテキストのところをやると、こんな感じでですね、どういった信号をやり取りしてますよっていうのがちゃんとわかるようになっています。こんな感じで履歴は全部残ります。とりあえず基本的な使い方についてはこんなところです。使ってみた感想なんですけども、波形取得であったり、波形が測定できる、守備範囲っていうんですか、そういったものは他の一般的なオシロスコープとほとんど変わりありません。ただこちらのミクシュグオシロ、波形の高度な解析機能なんかはまだまだ用意されていないようです。
後で出てくるんですけども、こういう風にプローブの品揃え結構いいのに、波形の高度な解析機能が使えないっていうのは結構もったいないんじゃないかなと思います。せっかくの12ビットオシロなので、そのあたりはもっと充実させた方がいいんじゃないかと思いました。波形を CSV でとりあえず保存しておいて、後でパソコンで処理するなんて人はそこまで気にする必要はないかと思います。一つ気がついたんですけども、こちらホーム画面が実はあるんですね。その中にアップマーケットというのがあります。そこからライセンス登録をできるようになっているので、今後何かしら機能が拡張されるかもしれませんね。現状そこまで高度な機能がない分、オシロのメニューの深さなんかも結構浅めに作ってあります。なのでこういったオシロスコープを使い慣れていない人にとっては結構使いやすいんじゃないかと思いました。次はオシロの性能部分について見ていきます。まずは12ビット分解能の性能を確認していきます。波形の振幅をどれだけ細かく取得できるかが電圧分解能なわけで、最近の周波数帯域が数ギガヘルツくらいまでのオシロは12ビットモデルがかなり多くなってきています。では実際に見ていきます。このような区形波を取得しています。電圧のレンジはプラスマイナス 2.5V の範囲です。そしてシングルトリガーをかけて、この波形を拡大していくんですね。こんな感じで時間軸をまず拡大して、そして振幅方向を拡大していくと、わかりますでしょうか？このように波形がガタガタしてきています。これが量子化誤差と呼ばれるものです。オシロの振幅分解能のビット数が高ければ高いほど、このガタガタというのはさらに細かくなっていきます。先ほどプラスマイナス 2.5V の範囲で見てきましたが、今はプラスマイナス 50mV の範囲内で見ています。こちらの1マスが今 10mV、その1マスの間に大体ですね、8個ぐらいこのガタガタの部分が入ってますね。ですので分解能は 1.25mV となっています。取得した波形を拡大していくと量子化誤差は 1.25mV でした。そこから計算するとプラスマイナス 2.5V の振幅方向でだいたい4000分割されているという計算ができます。12ビットの分解能は2の12乗で4096なのでだいたい一致しているのでしっかりと12ビットの分解能あるということが確認できます。次はオシロスコープのノイズフロアを見ていきます。12ビットの性能を活かすためには、オシロスコープ自体が出すノイズがどれだけ低いかというのが重要です。アナログチャンネルには何もつないでいない状態で入力インピーダンスは1メガオームに設定しています。実際に見てみるとこんな感じですね。表示できる振幅については一番拡大した状態で1マス 1mV になっています。この時どれくらいノイズが乗っているかというと、ピークでだいたい850マイクロボートとか、そのくらいですね。交流実行値はどうかというと、だいたい82マイクロボートとかそのくらいです。こちらのオシロスコープ、入力インピーダンスを50オームに設定できるので、それでも見てみます。こちらの50オームの終端抵抗も接続します。そうしますと、ピークはだいたい800マイクロボート、交流実行値については80マイクロボート切るくらいかなといったノイズフロアです。ちなみにですね、他のチャンネルを動かすとどうなるか、インターリーブで共有していない ADC が動いていない場合は、ノイズフロアは変わらないんですけども、インターリーブがですね、こういう風に解除されると、ノイズフロアは10マイクロボート程度上がるようです。次はサンプリング速度について見ていきます。オシロスコープは機種にもよるんですけども、こちらのアナログ入力の AD コンバーターをインターリーブで動かしていることが多いです。そういったオシロスコープは動作状態のチャンネル数を増やしていくとサンプリング速度は低下していきます。では実際に見ていきます。今チャンネル1だけが動いている状態でサンプリング速度は3ギガです。まずチャンネル3をオンにしましょう。そうするとサンプリング速度は変わりませんね。3ギガのままです。一旦チャンネル3を消して次チャンネル2をオンにするとサンプリング速度は3ギガから 1.5 ギガまで低下しました。またサンプリング以外にも波形を貯めておくメモリの長さもですね、半分になっています。全データ含めたメモリの長さは変わらないんですけども、2チャンネルでメモリを共有しているんでしょうね。半分になっています。ちなみにメモリ深さはここから変えることができますね。なのでこちらのオシロスコープではチャンネルの使用状況によっては最高スペックで動きますが、特定の条件ではサンプリング速度は半分になるということです。4チャンネルフルで使う場合は実質サンプルは 1.5 ギガになるので、その点だけ注意ですね。次はプローブ類について見ていきます。新興メーカーにありがちなんですけども、オシロスコープ本体はあるのにプローブの品揃えが少ないみたいなことあります。そんな中、ミクシグはアクティブプローブ結構頑張っている印象です。特にパワーエレ関係の測定でよく使うようなこういった電圧作動プローブ、あとはクランプ式のこういう電流プローブですね。
あとは光絶縁式のプローブなんてのも用意しています。新興メーカーなのにこういったものも揃えるのはかなり頑張ってると思います。特に高電圧作動プローブについてはラインナップいくつかあるんですけども、200MHz くらいまで見れる高電圧作動部についてはバグレベルで価格安くなっています。数万円で購入できるので、これまでは固定資産レベル扱いだったものを消耗品扱いで使えるようになってます。実際ですね、こういったプローブ測定のミスであったり、あとは使っているうちに壊れることもあるので、価格が安いっていうのは使う側からすると非常に嬉しいです。こちらのアクティブプローブについては基本的に BNC 接続を採用しています。こんな感じでつないでいくわけですね。プローブへの電源供給も基本的にはこういった USB Type-C を接続するか、それかこのように AC アダプターを使うタイプとなっています。このような外付けの AC アダプターが必要になりますので、実験環境的には少しごちゃつきます。そういった点はデメリットです。ミクシグのアクティブプローブは基本的には BNC 接続なんですけども、実はこれミクシグオシロを使っていない人にとってもかなり大きなメリットになっています。というのもオシロスコープの接続は基本的には BNC 接続なんですね。なのでミクシグのプローブだけ買って、あとは自分の持っているオシロスコープにつないで使うなんてことができてしまいます。先ほど説明した通りミクシグのプローブって結構安いんですね。なのでオシロスコープを選ぶときにプローブで囲い込みするみたいなことはあえてしないで、多くの人にミクシグのプローブを使ってもらう、そういった戦略かと思います。ちなみにミクシグのアクティブプローブについてはまた別の動画で紹介しますので、しばらくお待ちいただければと思います。ここまでオシロスコープとプローブについて見てきましたが、オシロスコープの中身についても分解しながら見ていきます。今回はですね、特別に分解許可をもらいました。これまで中国のオシロメーカーの低価格帯のオシロスコープは分解してきたことがあるんですけども、こういった中価格帯のオシロスコープについてはまだ分解したことはありません。実際にですね、どれくらいの製品作りをしているのかっていうのを中身を見て確認してもらえればと思います。いきなりなんですけども分解しました。こちらがフロントのパネルですね。こんな感じになってます。これね、全部アルミ削り出しなんですよ。結構お金かかってますね。次はこちらですね。これは背面側のパネルになってます。ここにですね、吸気ファンがあって、このスリットが入っているところから排熱するようになっています。こちらの裏側にはヒートシンクと冷却ファンが入っています。放熱用のシートなんかちゃんと貼ってありますね。そしてこれがメインのボードです。こちらの面に主要な部品が全部載せられていて、裏面にはちょっと細かい部品とかそういうのが置かれていますね。表面に戻りましょう。全体的な構成としてはいくつかのブロックに分かれています。まずこちらは電源の入力。そしてここは入ってきた信号の振幅を調整するアンプ部分。そのアンプから出てきた後の信号を AD 変換するための AD チップ。AD 変換した信号を信号処理するための DSP と FPGA。そしてオシロスコープ全体を制御するためのプロセッサーです。こちらの AD 変換のチップなんですけども、チップの上にさらにヒートスプレッダーが乗っています。チップとヒートスプレッダーは結構ガチガチに接着剤で固められていて取ることはできません。一応取ることはできるとは思うんですけども、多分壊れちゃいそうなので今回はやめておきます。こちらの FPGA DSP についてはザイリンクス製のものが使われていました。他の中国メーカーのものも見たんですけど、結構ザイリンクス製はよく使われている印象ですね。こちらのプロセッサーについてはロックチップのものが使われています。今回のミクシグのオシロスコープ、中では Android OS が動いています。ロックチップのプロセッサーは結構よく使われていますね。ここまで分解してきましたが、品質であったり物の作りはしっかりしている印象です。ただ今回のオシロは借り物ですので完全に分解できないというのは残念でした。特に AD 変換チップ部分が自社設計のものなのか、それとも他のメーカーのものを使っているのかが気になっています。他の中国のオシロスコープメーカーですと、自社設計のアンプと AD 変換チップを使ってコストを下げている事例があるので、ミクシグはどうなっているのかということですね。というわけでミクシグの4チャンネル 500MHz12 ビットオシロスコープの使用分解レビューをしてきました。基本的な性能については全く問題ないかと思います。またパワー L 関係の測定で使うプローブ類の品揃えがいいというのもかなり強いです。オシロスコープ本体と同じくらいプローブ類も重要ですからね。一点気になったこととしては波形解析機能が少し弱いかなといったところです。このあたりについては今後いろいろ出てくることを期待しています。ちなみに動画内で出てきた光絶縁プローブあるんですけども、これを使ったですね測定についてはまた別の動画で紹介したいと思います。というわけでもしこの動画が役に立ちましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か感想がありましたらコメントもお待ちしております。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。
動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。